自分の出番はなくされたんじゃないのかみたいなこと言ってたけどね。まあでも監督のリチャード・ドナーのその計画としては、その3作目で実は息子が生まれるって話したかったっていうのはずっと言ってんだよね。で、それはなぜかというと、1作目で父親から息子に送るものがあるみたいなことを言って物語が始まっていくんだけど、要するにそのレガシーだよね。レガシーを息子に与えるって言って、そのクリプトン製のその要するに知能を与えるっていうのがあって、そこから始まってるから、その親から息子にっていうのがテーマなんだよね。で、それを実はやりたかったらしいんだけど、でも結局。次はじゃあスーパーマンがそれを今度は親側として子供に何か与える。そう、何を与えるのかっていうのをやりたい、そういうシリーズにしたかったらしいんだけど、結局監督が更迭されてしまったんで、その、映像は作れなかったんだよね。で、それを引き継いでやったのが2005年か6年にやったスーパーマンリターンズって言われてるんだけどね。リターンズ確かにその2からの3となかったことにしての3からの流れですみたいな話でしたね。当時このスーパーマンの映画のストーリーをね作った人は誰かっていうと、これマリオ・プーゾーなんだよね。なんか聞いたことある。なんか前に出てきた。何回か名前出てきてる気がする。このマリオ・プーゾーって何者かっていうと、これね、ゴッドファーザーの原作者なんだよね。そっか。そう。で、スーパーマンの父親のジョーエルっていうキャラクターがいるんだけど、このスーパーマンの父親を誰がやったかっていうと、マーロン・ブランドっていう俳優がやってるんだよね。で、このマーロン・ブランドは何やってた人かっていうと、ゴッドファーザーの主演ですよね。ゴッドファーザーをやってた人ですよ。つまり、プロデュース側の狙いとしては、ゴッドファーザーの次はスーパーファーザーでやるっていう狙いで。確かにスーパーマンの親父ってなったらもうゴッドファーザーしかないだろうっていう。そう。ゴッドの次はスーパーだっていうね。で、これ当時でも、冗談抜きにマーロン・ブランドは、この時代一番ギャラが高かった俳優なんだよね。だから、スーパーマンにマーロン・ブランドが出るっていうことは、ものすごい事件だったんだよね。で、実際問題、そう、子供向けですね。だから実際問題、スーパーマンは、ああいうヒーローの衣装を着てるから、名前がある役者はやってくれないだろうっていうふうに見込んでて、じゃあどうしようかっていうんで、じゃあスーパーマンの父親にすごい名前のある役者を連れてこいってことになって、マーロン・ブランドを呼んだっていうことで、その流れからやっぱりそのスーパーマンシリーズって主演のところにはほぼ無名に近い新人を当てて、脇役にすごい有名なところを当てるっていうのはそこからの流れなんですかね。そう、マン・オブ・スチールも確か父親役ってあの人だよね。ケビン・コスナーじゃなくて。それは人間の地球人の父親はケビン・コスナーで、あの人です。グラディエーター。グラディエーターです。そう。ラッセル・クロウ。ラッセル・クロウね。だからお父さん役に有名俳優を当てるっていうのは、まあケビン・コスナーも有名だけど、そういう歴史があるんだと思うね。なるほどね。そうそう。脇で豪華に。で、これ敵役のレックス・ルーサーっていうのがいるんだけど、これがジン・ハクマンだよね。これもジン・ハクマンもめちゃめちゃ有名な俳優で、大物俳優だよね。フレンチ・コネクションとかクリムゾンタイドとかに出てる俳優で、個性派の俳優ですごくうまいよね。ガンズの時はケビン・スペイシーでしたね。ケビン・スペイシー。だからこのジン・ハクマンが悪役をやることによって、すごく悲惨な話がちょっとこう明るくなってるっていうのかな。見やすくなってるよね。だから当時で言ったらそのスーパーマン役のクリスタファー・リーは今でこそすごい有名だけど、当時からしては誰なんだ無名ですよ。それは全く無名で、そこで周りにはマーロン・ブランドがいて、ジン・ハックマンがいてっていうところの超大作っぽく。そう、超大作だから、マーロン・ブランドとジン・ハックマンが出てるってことはもう相当な超大作だとみんな思うよね。で、そこは正しかったキャスティングだと思うよね。今回だからまだその親父役って発表されてない。予告になんかお父さんっぽい人は出てるけどね。背中っぽい人ね。だから俺見て思ったんだよ。お父さん生きてるんだと思って。これまでの、クリストファー・リーブのスーパーマンとか、マン・オブ・スチールでは、お父さん亡くなってるじゃないですか。もう、スーパーマンになる前に。でも今回予告見ると、あれお父さんに見えて、お父さん生きてると思って。でもなんか電脳っぽくなって出てくるっていうのは、マン・オブ・スチールとかでも、その知性としてこうホログラム上とか AI みたいな感じでいて、会話としてそこには出てくるけど、まあ死んでるっていうこともあるんで、そのパターンの可能性をまだあります。いやでもあれはそんな風に見えなかったけどね、僕はね。結構普通の田舎の家でなんか肩だけやってたけどね。逆にお母さんは生きてたんで、お母さん
ンが死んでるって設定なのかってもちょっと思ったりしてたけどね。まあでも話を戻すとね、このなんていうのかな、78年版のスーパーマンがさ、何が画期的だったかっていうと、やっぱりね、さっき言ったクリストファー・リーブってまあ無名だったんだけど、クリストファー・リーブのね、キャスティングがすごく良かったと思うね。このなんかクラーク・ケントの時のやぼったい雰囲気と、なんかスーパーマンになった時のすごい美青年ぶり。この前のジョージ・リーブスのスーパーマンってちょっとおじさんっぽいんだよね。ところが、このクリストファー・リーブのスーパーマンって美青年なんだよね。すごいハンサムなんだよね。かっこよかったっすね。これがすごくギャップがあって。で、ロイス・レーンがさ、ちょっと男なんかいらないわよみたいなさ、キャリアガールっぽい感じの芝居してんだけど、スーパーマンが目の前に現れるともうなんかメロメロになるじゃないですか。そのギャップが結構おかしかったっていう、ね。かっこいいですよね。だからこの後のスーパーマンは結構恋愛を中心にこう見せられてるのも、このクリストファー・リーブのスーパーマンがやっぱり美青年だったっていうことの影響がすごく強いと思うね。あとやっぱりね、もともとストーリー考えたのはマリオ・プーゾーじゃないですか。だからこのマリオ・プーゾーの、まあマリオ・プーゾーはもちろん膨大な原作の中から使えるそのディティールとかエピソードを拾って構成したらしいんだけど、ただそれがすごくよくできてて、このスーパーマンの78年版の物語の設定とかビジュアルが後のシリーズに全部引用されてるんだよね。例えば78年版の最初だと反逆者のゾット将軍っていうのが出てくるんだけど、でこのゾット将軍がファントムゾーンっていう宇宙の異次元に幽閉されて、そこから話が始まるんだけど、このゾット将軍はマン・オブ・スチールの頭にも出てくるんだよね。出てきます。出てくる。これは78年版をそのままやってるんだよね。リメイクしてるんだよね。で、クリプトン星が、お父さんが死んで、クリプトン星が、崩壊するっていうのも、マン・オブ・スチールでもやってるんだよね。だから、この始まり方とか構成は、やっぱり78年版がすごく印象深かったっていうことだと思うんだよね。で、だから、マン・オブ・スチールは、結局スーパーマンのクリストファー・リーブ版の1と2の2つでやってたことを1本にまとめた感じだよね。ゾット将軍が1本目の映画からもうすでに出てくるから、やり返しでね、出てくるから、だからそういう意味でも、78年版のスーパーマンはすごく印象深かったんだと思う。で、今回のジェームズ・ガンの予告を見ても、やっぱり78年版の影響を感じるところが、大きく感じるところが2箇所あって。めちゃくちゃ強かったしね。で、一つは、あれ、多分南極だと思うんだけど、氷の要塞にスーパーマン住んでるじゃないですか。78年版の氷の要塞が出てくるよね。はい、あれちょっと、あれがやっぱり78年版のビジュアルをやっぱり引っ張ってる。逆にマン・オブ・スティールはあれやらなかったんですよね。あれやらなかった。やんなかったね。そう。あれを、真面目だからね。あれを否定して、だからジェームズ・ガンは多分僕と同じ世代なんで、やっぱあれがないとスーパーマンじゃないと思ったのかなと思って。あれね、実は、クリスタルのデザインって実はね、スター・ウォーズのデザイナーのジョン・バリーって人がやってて、だからすごくね、雰囲気もスター・ウォーズっぽいんだよね。なんか白っぽい感じで、ちょっとスター・ウォーズっぽいし、スケール感があるっていう感じで。マン・オブ・スティールは完全に宇宙船ですからね。そう。あとね、スーパーマンが美青年だって話をしたじゃないですか。そういう風に見える理由、もう一つの理由があって、これは隠しネタですよ。実はね、スーパーマンのパンツね、赤いパンツ。パンツのデザインは、実は、あれはカルバン・クラインなんですよ。カルバン・クラインのデザイナーが担当してるんで、それを起用した理由は、セクシーに見せたいってことなんですよ。なるほど。そう、股間をね。そう。だからカルバン・クラインのデザイナーにスーパーマンのパンツをわざわざデザインさせたんですよ。ここが綺麗ですって。美しいフォルムにするっていうんで、スーパーマンのちょっとパンツをデザインされてる。マン・オブ・スティールはだってパンツ廃止されてます。マン・オブ・スティールは、監督の、彼が、ジャック・スナイダーがパンツ嫌がったんでね。真面目かよ。そう。で、今回ジェームズ・ガンはパンツまた履かせた理由を本人が言ってて、ジャック・スナイダーはそのパンツを履くって話を聞いてありえないって言ったらしいんだけど、ジェームズ・ガンは、いや、子供に見せたいからって言ったんだよね。偉いっていうのか偉いのかどうかよくわかんないけど、まあでもちゃんと原作はそうなんですよね。そう。あと音楽がさ、今回やっぱ78年版のさ、音楽はさ、ジョン・ウィリアムスじゃないですか。で、テーマ曲ってめっちゃ印象深いじゃないですか。あれを今回ギター版でやってるよね。
やってましたね。ちょっと薄くかかってまで、したね。あれ、なんか、ジェームズ・ガンが言ってたんだけど、今回は、トップガン風に行きたいみたいなこと言ってたんだよね。トップガンの、冒頭ってさ、歌が書かれる前さ、ギターがかかるじゃないですか。はいはい。あの感じって言ったね。じゃあ飛び上がる前なのか、何かこう発射する。やっぱり一番最初のスーパーマンも、まあ、なんだかんだで作り直して1本目だから、なんか飛ぶ理由を自分で考えるみたいな、なんかそういうイントロ的なイメージなんですかね。あの曲すごい印象的だけど、歌ってると途中で違う歌になんか変わっちゃいません？わかるわかる。途中でなんかインディ・ジョーンズの曲になっちゃって。ジョー・ウィリアムズだから何でもなんか似たような感じになっちゃうとか、そういうイメージですか？なんか似てるなって。まあ、僕は世代的にド直球だったんで、全然そうは思わないんだけどね。歌ってる途中でインディ・ジョーンズになっちゃう。なんかジュラシック・パークになったり、そう、スター・ウォーズになったりする。もうね、78年版がね、特にやっぱり僕印象的だったのは、さっきね、空飛ぶシーンがすごくリアルだって話をしたけど、この78年版のスーパーマンの一番の見せ場は、映画の中盤にあるね、ロイス・レインとの空中デートのシーンなんだよね。で、この空中デートのシーンがものすごくよくできてて、でね、このシーンが成立したんでデートムービーになってると思うんだよね。このセリフがほとんどないのよ。ロイス・レインとスーパーマンが空を飛ぶだけで数分見せるんだよね。で、それで女の子が空に連れて行ってもらってうっとりするってシーンをちゃんとやってるんだよね。で、これがね、それがやれたのはやっぱクオリティがあったからだと思うんだよね。これクオリティがなかったらそうは感じなかったと思うんだよね。恋に落ちたっていうところがね。ちょっとロマンチックに見えるよ。ロマンチックで。だから、空へ連れてってもらって、最初は、いや、そんな無理って言うんだけど、スーパーマンが大丈夫だよって言って、エスコートして連れて行ったら、ありえない視点で夜景を見れるわけよ。ニューヨークのね、マンハッタンの夜景を見て、で、自由の女神とかの周りを旋回して、ありえない状況で、ロマンチックな夜景を見せてもらえるんだよね。それでもう、女の子も感動してしまって、もう、メロメロになるわけだよね。空にも浮かぶ、飛ぶような気持ちで、恋に落ちるっていうところが鮮明に分かりやすく。今は分かったんですけど、アラジンで魔法の絨毯で飛ぶシーンはこれのそうだと思うんだよ。だからこのスーパーマンがいかにその後の映画に影響を与えてるかっていうさ。でね、ちゃんとね、この映画のすごいところは、ちゃんとね、それも説明するの、セリフでね。ロイス・レインがね、空飛ぶ前に会社の同僚が言ってたけど、あなたのことをピーターパンだって言ってたわよって言ったら、そしたらね、そしたらスーパーマンが、ピーターパンは子供向けのおとぎの話だろって言うんだよ。僕は違うよって言うんだよね。僕は本物だよって言うんだよ。それでそのクオリティがあるから、やっぱりちょっと感動する。そうですよね。ピーターパンはね、ピーターパン子供の話だなってからですけど、スーパーマンはそこからもう次子供の話までしようと考えてるから、彼たちは大人の恋愛をしてますからね。そう。だからここね、面白い。誰かの映画評価誰かが言ったんだけど、この映画は、スーパーマンは、ピーターパンになりたい男の子の夢の話なのか、それとも、王子様に現れてほしい女の子の夢の話なのかっていうね、その二つの夢がせめぎ合ってるところが面白いって言ってたんだよね。なるほどなるほど。だからね、次のそのジェームズ・ガンのスーパーマン、ジェームズ・ガンって結構シュールな映画を撮るんでわからないけど、でもおそらくロイス・レーンとのその恋愛みたいなものは絶対主軸になるだろうと思うんだよね。ただなんかロイス・レインに一言言いたいのは、メガネつけてるか取ってるかだけじゃねえかおいっていう。いやでも意外とね、わかんないものとも。わかんないものなのかな。ね、スーパーマンがこの何について物語なのかっていうのも、その78年版の映画がすごくいいとこだと思うんだよね。クリプトン星のそのジョエル、スーパーマンのふるさとの星のお父さんが後に要するに人工知能みたいなものになってスーパーマンを話すシーンなんだけど、そこで警告するんだよね。人間に正体を明かすなって言うんだよ。でスーパーマンがなぜって言ったら、24時間働かされるって言うんだよ。あれだ、28時間って言うんですよ、なんとき。ああ、そうか。で、いや、地球は24時間だよ。あ、そうか、そうか。あ、そうか、そうか。そしてね、すべてをね、お前に救ってもらおうとすると。人間は弱くて希望が必要だって言うんですよ。これさ、予告見るとね、もはやそのニュアンスを表現されてるじゃないですか。スーパーマンがさ、物を投げられるシーンとか出てくるじゃないですか。要するに、万能とか全能をさ、人間は求めるわけだよね、ヒーローに。でヒーローはでもその万能とか全能にはなれないわけだよね。強い力を持っててもね。その78年で出された問いが、
今回のジェームズ・ガンの中にもこう現れてるわけだよね。じゃあ父親との会話、セリフがちゃんとコンセプトにしてそうなってると思うね。つまりクラーク・ケントはスーパーな能力を持ちながらもそのことを誰にも明かさず、そのスモールビルっていう田舎の町でね、陰キャで、かわいそうな幼少期を過ごしてたわけだよね。で、本当の自分はすごいのに誰にもその話ができない。で、唯一の理解者みたいなのは多分犬とかになってくると思うんだよね。そういう物語描くのうまそう、ジェームズで、が。前の映画だとお父さんが、育てのお父さんが死ぬっていうシーンがあって、これはマン・オブ・スチールでもあったんだけど、つまりこんなすごいスーパー能力がありながら大切な人を救えないっていうの、そこに葛藤するっていうので、自分は一体何者なのかっていうのと、何のためにその力を持ってるのかっていうのと、その力は何のために誰のために使うのかっていう、要するに自分探しの話だよね。で、この78年版ではその問いがクライマックスで問われるんだよね。一体お前何なのっていうのが問われて、でその問いをどう表現するかっていうのが78年版のクライマックスに来てるんだけど、そこがやっぱすごい見せ場になってて、それもね78年版の映画のうまかったとこだなって思うね。で思うんだけど、今回のねジェームズ・ガンのスーパーマンもおそらく俺はそこが来ると思うんだよね。一体スーパーマンとは何者なのか、でその力は何のために使うものなんですかっていうのが多分問いとしてあるんじゃないのかなと思うんだけどね。確かにスーパーマンのテーマって地球で育ったけど。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またのご来店をお待ちしております。